砲台、ここにバッテリー置こうと思ってるんですよ。置くならここ一択っすよね。そうだと思います。俺もあれ座席外してここに置こうかな。あ、ここでね。バッテリーが多分後ろなんですよね。ここかここの下。ああ、そうっぽいな。若干なんか匂う。匂いする？若干匂いますね。ここバッテリー確定？確定ですね。あー、ほんとだ。バッテリー見えるわ。また。すげえ回った。すげえ。なんなのこれ。締まりすぎでしょ。この道具。こんな道具の存在すら知らないし、もうすでにここ来てよかった。また。すげえ。おう、あー、切れた。あ、でも外れた。バッテリーちっさ。うん。ケージがちっちゃいですよね。こんな小さいんだ。タップ切り直して、山作り直しましょできるんですか、そんなの。う。できますよ。バスバーとバッテリーのプラスから下を通してここに出すと。で、あとはこっちに穴開けるか、ここのスペースとかを使ってここのバッテリー置く場所に持っていく。エブリィが面白いことになってきた。よいしょ。床作った時にこの下にちょっと収納もできたらですね。いいっすよね。その方がいいですね。一回上げて、うん、収納のこと考えると10センチ、15センチ。 15ぐらい上げるよかな。でも20センチぐらい上げても多分上は余裕あるから。それなら20ありっすね。ぐらい上げた方がいい。この重さが20キロぐらいなんで、これ外した椅子が何キロかに。でも、それでもまだ軽くなるかも。椅子が結構重いっすね。重いですね。キャンピングカーのプロがやってくれちゃって、なんと穴開けなしでこの隙間から通ってきた。よし。で、多分ちらっと見えたんだけど、ここに1個ほらあった。なんか2個ケーブルカッターも。ここに他のもある。頭が全然働かない。お手つ競馬もマニュアルだった。軽くこうちょっと甘噛みさせて、くるっと回すんですよ。でこれで挟んで、ロブスターの圧着フォーム。これ結構高いんですよ。万超えますね。万はいかなかったかな。これの上のサイズは余裕で万いきますよ。お、いい。ガチって入った。すげえ新しいなそれ。間違えた時のこと考えるとちょっと怖いけど。間違えたら抜けなそうっすよね。ね。来た。おお、すげえ。それは新しいな、面白い。これなんか安心感ありますね。安心感ある。それ外せなくなった時どうするのかな。いや、外せますよ多分。ヒューズはだって最悪この中間ぶった切ってそうでもいいし、し、ここ切ってばしてつけてもいいし。ここ切ってもいいしね。外れる。最近もこれが主流らしいです。そうなんですか。でも確かに ACC 取らなくてよかったのが結構嬉しいんですけど。めんどくさいっすよ。めんどくさいんですよ。プラス。なんだそれ。で、こう。こいつがなんか乗った。セレクト長押しして、LI で長押しで確定。これとメインバッテリーの間はマイナスはボディアースにしたって、ここでこのベルトで取ると。
オッケー。よしお、ついた。チャージングってついてる。パワーオンチャージング。ネジ山作り直したんで。何？折れたネジの上から穴を掘ったって。穴掘って、山作り直したんです。すげえ、そんなのできる。こっちも綺麗にしたんで、手で回るようになりました。おお。インバーターもつないで、バスバーもフル活用して、このモニターもつながってます。これの設定はまだしてないけど、とりあえず後回しで。じゃあもう一回エンジンかけてみよう。15アンペア、20アンペア。おお。アイドリングで40アンペアいった。40超えた。素晴らしい。素晴らしい。最後インバーターチェック。うるさ。お願いします。いいっすか？あっちは107ワット。はいはい。大丈夫です。オッケーです。おてつさんのおかげでできた。これほとんど何もやってないです。いや、一番大変なとこやってた。何もしてない時の待機電流は 0.28 ワット。あ、でもついたり消えたり 0.2 ワット。もしかするとモニターのモニター自身か。なんかでかくなってる。でかくなってます。あ、こんにちは。お邪魔します。稽古しながらも。平正。しました。シャーやられた。昨日引っかかれたからな。トイレ行かして。トイレ行かして。トイレ行かして。チャイはね、これやるとガブってこれに噛みつくんです、持ってこうとする。出すの遅くなる。常連。炙って角度をつける。はい。赤くなるまでやんないとダメ。赤くなるまで。赤くなってきた。潰れちゃう。お願いします。ああ、動いた。青い。青いですね。おお、固定された。頼むよ。これこっち側の残ったパイプは放置でいいんですかね。いいと思います。一旦じゃあクランプ外してみますね。はい。これで漏れなければ OK。大丈夫そうですね。おお。それをどっかに車体に固定しないと。そうですね。この後やります。すげえわ、おてっちゃん。これによって本来ここまで来てた液体がここまで来ずにさっきのところ U ターンして戻っていくようになるんで、これを取り外せるようになるらしい。うわ壮絶な感じになってる。壮絶っすね。おお、すごい取れた。晴れてここが収納スペースになる。あ、ここ使えるのでかいっすもんね。これも取れる。それも取れますかね。おお、取れた。ジャッキもなんかこれスペース持て余してますね。
まあ移設できるなら移設して収納にしてもいいけど、これが外したヒーター。あ、やべ、漏れた。切れない。いいんですか。どうぞどうぞ。縁側。これ研いだの。うまっ。このテカリはなんか塗ってあるんですか。一応味付けてある。へえ。何出しですか。昆布とカツうオと。うまそう。はいどうぞ。いただきます。はいどうぞ。いただきます。うまい。よかった。うまっ。めっちゃくちゃうめえこれ。何だこれ。今ね配置が決まりまして、決定。運転席助手席があって助手席側です。なぜならエブリィは一人で使うことが結構多いんで、バランス的に運転席に人が乗ります。でこっちにバッテリーがあったらもう右側に重みが寄っちゃうからこっちにした。バッテリーでしょ、インバーター、インバーターは外側から抜き差しできるようにここにしました。バッテリーはここなんだけど、雨が入り込んだりして端子が濡れないように端子側を内側に入れて、で他のこういうバスバーとかバスバーって言いたいね結構、真ん中に置いて、充電器はちょっとここヒューズがないからヒューズを入れて完成させる。ダイソーマジックテープのダイソー結束バンド。車の下を通ってここから出てきてる。なるほど。でここからさらにこう出てこの充電器につながってる。この間にフューズを入れないといけないんだけど、ここかここかなって感じなんだよね。よし。頑張れ。いった。ヒューズっていうのはこれ60アンペアヒューズなんだけど、60アンペアの以上の電流が流れるとここが切れてショートしないようにしてくれる安全装置。身代わりになってくれると。そうそう。ケーブルの許容電流超えた電流が流れるとケーブルがバーストして車両火災になるから最悪なんだよ。それは絶対避けたい。そういうの必須のものです。小鉄さん家で走行充電ができるところまでは確認してる。ヒューズなしで。ギリギリ攻める緩いな。ね。いいよ。斜め気にならんタイプ？だって別に縦もできるけど、縦にするとこのケーブルが給排気がうん。下の空間が狭いから斜めはまだ美的センスがむしろセンスあると思われるから斜めってああ、なるほど。おしゃれで。はみってんのはダメだよ。そしてそこにヒューズは入りきるん。入りきるね。おっと危ない。なんで霧にしたかっていうとやっぱね、俺このエブリィはね軽くしたいんですよ。絶対に重くしたくない。軽量っていうのは一つのテーマ。この走破性ってもう最強の武器だから車としてそれを損ないたくない。重いと急な上り坂とか弱くなるしアクロも走りにくくなるはず。ギリギリやった。危ねえ。怖いよ。でヒューズを端に固定します。確かにこれ倒れ気味になるね。だよね。でもこれ俺バッテリーがこう来てこうなる。あとはこことここを何かしらでなんかくっつけられればいいけどね。マジックテープ。マジックテープなどで。オッケー。オッケー。よし。無駄に長いケーブルとかがあるんで、こういうのをちょうどいい長さにカットして端子付け直してでやっていきたいと思います。
バッテリーのプラスマイナスつなげばいいと思います。 OK。 よーし、ダイソーで買ってきた。あー、ガビガビすげえ張り付く。うちもやりたい。あ、これすごいね。あ、なんかすごい斜めになった。あ、いいよ。はい。あー、使いづらい。あ、使いづらい。ベリッとここの間にこうビタ着させると良くないんで、私のイメージは今度一部だけにクッションみたいにボヨンって入ってるイメージ。これがボヨンってなるの。なるほどね。そうそう、そういうイメーこうジだった。いうことね。そうそうそう、それだったらある確かに程度通気性がありつつ守られてるっていう。一番重要なの忘れてた。メインバッテリー側をつながないと走行充電が開通しないんで、一旦バッテリーの設置と充電器と走行充電回路、あとモニターの設置は完了しました。モニターはまあレイアウト次第で、これから作る内装のレイアウト次第でどうにでもなるように一旦フリーにしてあります。この辺はまあ仮固定かつ本固定のような感じにしてます。バッテリーも一応マジックテープで滑らないようにしたんで仮本固定完了です。ここは結束バンド、このヒューズだけは。ちょっと今から飯食ってその後で走行充電を確認したいと思います。ちなみにこのネギ、庭で採れたネギなんです。気づいたらめっちゃでかくなってて。うまい。いただきます。おお、眉。あ、うまっ。うまいねこれ。うん。ネギいいね。一切れで米一杯食えるわ。エンジンができます。走行充電が始まった。チャージステータスみたいなところが反応点滅してる。500ワット、550ワット。そう、このエブリィは充電制御車じゃないから ACC をここの充電器につながなくてもちゃんと充電してくれるっていうのは DIY する側としてはかなり楽な仕様になってます。500ワット出てるね。素晴らしい。40.6 アンペア。これが強化オルタネーターなんですけど、チリチリの段ボールにくるまって、重いわ。よくわかりませんけど強化されたオルタネーター。これをつけることでこのサブバッテリーの走行充電と冷房を入れた時の加速とか燃費とか快適度合いが良くなるんじゃないかと思って信じてつけてみます。バッテリーの前のところ、ここに足が来る 2x3 をここでカット。めっちゃ断面綺麗。こっち側はこの高さって決めてカットしてつけたんね。うん。そっち側がまた全然違うから高さが。だねこ。っちの下につける土台を何センチにするのかっていうのを決めたいんだけど。はい。結構水平じゃん。水平？車。うん。これでできてんだからいいんじゃない？ここが水平なら水平を目指せばいいのかな。うん。今この後ろ側のところを置いたけど、ここもほぼ水平だから水平を目指そう。うん。多少の誤差は許されるはず。1920にするわ。
よし。どうでしょう。多分バッチリ。反対側は多分バッチリ。いいんじゃない？ついにここまで来た。辛い時を乗り越えて。ここまで来るのにこの高級な合板5枚消費しました。1枚5000円弱、2万5000円おじゃんになったね。まあ、なんかに活用できればおじゃんとは言えないけど。わお。この足をこのボルトで固定したい。海が DIY 超久しぶりじゃん。俺も久しぶりだったわ。こっちもバネ座金いらない。もうこの弾力がバネみたいになってる。この足の位置を確定させるために、これバシッと決まった状態にした。いいね。ここがぴったり、ここもぴったり。全体が一体化してきた。全部の角に L 字が入ったから合成が増した。完璧じゃん。全然たわまない。やっぱ18ミリのラワーの最強だわ。木材あんま使わない話はどこ行ったって。無駄にね、ここのくぼみとかまで再現しちゃったから。再現されてる。ストレートにしようか迷ったけど、やっちゃった。それでもよかったけど、やりたかったよな。達成感すごいわ。昨日の夜、夜な夜なこれ型取りして。このね、マット絶対断熱とかすごいから、断熱難燃性汚れ防止。これは下に敷いといた方がいいと。まずここにバッテリーがあるんですよ。定期点検の時とかにバッテリー見れないとダメだから。あ、いった。
よし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 、素晴らしい。 OK。 こっちもなんでいっか。おっしゃ、固定された。ほら、これ揺らすと車ごと揺れる。うんうんうん。ちょっとなんかずれないようになんかやった方がいいかな。多分この辺触れたまま走ったらガタガタになるかもしれない。あれ、はまった。すげえ、微動だにしなくなった。はまったはまった。接着剤でこの 1x2 を止めたんで、ちょっと見栄えはマシになったかな。疲れた。ボンゴやってた時思い出したわ。ああ、そうだね。一日中 DIY してシャワー浴びて飯とビールって乾杯。乾杯。ポー。そもそもハマるの？お、いい感じ？綺麗にはまるんですけど。このさ、ここに鉛筆で線欲しい。これは確かダイソーの網戸。こっちは外でこう中に入ってくるんだね。ここの穴だけ採寸を間違えてずれちゃったんで、これはパテ埋めすれば。網戸もできた。はまる。ギリギリ。そう。ちょうど。あ、はまったはまった。オッケー。ストップ。ああ、オッケー。ズボンって上に突っ込んだね。熱いな。いや、早速つけようよ。入ってくる。入ってくる。涼しいができてる今。いいね。ああ。網戸はなんかこんな感じ。筒状に収まった。ちょっとはみったけど。
ここのワイヤーを引っ張れるように別の経路でワイヤーを作ると。チョーク用のワイヤー、他の YouTube チャンネルを参考にしてるんですけど、これね、ホンダの船外機のワイヤーと一緒説あるチョーク。微妙にこの字の太さが違うけど、なんかまあ用途はこれ用なんだろうなって。これで締め込むと。で開ける穴が11ミリの穴を開ける必要がありそうです。結構大きめの穴だ。これの位置は極力右側にした方がいい気がする。この辺が一番いいかな。失敗は許されません。ここにくぼみをつけました。エブリーに初穴開け。 OK。 次じゃあ 2.5 でいくか。11ミリの穴にしないといけないから、これでいけるはず。来た。裏側からこれで何個まで手入るかな。あ、入った。これを引くとこれが伸び縮みするんだけど、この先っちょをこのドアの開閉の金具の部分にくっつけて連動させると、それができればこれを引いてドアを内側から開けられるようになる。小さめな結束バンドを使ってやっています。耐候性のやつだね。細いね。この先っちょの引っかかり部分を作りました。でこれをさらに結束バンドでここに固定しちゃうと。これで固定します。これは締めすぎだな。こんぐらいがちょうどいい。きたー。きたー。なるほどね。これでなんかエレクターパイプつけるとか思ってたけど、これでもいいね。それめっちゃ丈夫やろ。いくよ。あ、そこで押してえいって開けるんだね。あ、これいいね。いい。あ、おお。いいね。あ、涼しい。なんかそのグリップでいい気がしてきたんだけど、丈夫ですね。それか紐みたいにキャラバンみたいな紐をつけるかだけど。ああ、なるほどね。一旦でもそれがあるならいいや。必要になったらつける。何が来た？これエブリーの天井収納に使うやつ。アタッチメント。これを車体に固定して、これで包み込んで、ここにエレクターパイプを固定して、エレクターパイプを150センチのやつが2本と120センチを3本買ってきました。ホームセンターで、ダイソーでパイプカッター500円で買ってきました。エレクターパイプのメーカーが出してるパイプカッターだと5000円ぐらいするんですけど、ダイソーで500円で売ってるっていうのを他の YouTube のやつで見て買ってきました。であと上の棚に使う用のネット
ちょっとサイズ感が分かんなかったからいくつか買ってきました。これの組み合わせでやっていきたいと思います。一旦このジョイントをつけてみて、その後合わせながら寸法を決めていきます。ここは絶対使うんですよ。ここの間が45センチ。バランス的にこことこことここかな。内装剥がしこれでいけるかな。本当にボルトになってる。こんなんが取れて、この中マジでボルトです。ジョイントの付属のネジね、ちゃんと入りそうです。こうして OK。両方つけました。で次にこれを外していきます。セカンドシート取っ払ってあるから使わないんでちょうどいい。今までこれにタオルとかかけてたんだけど、それがもうイレクターパイプでもっと良くなる。タオルかけとしても。よし OK。 1234。いただきます。あなた今夕飯食べたばっかりでしょ。132センチに切る。軽く固定します。2、3回本体を回し、ノブを少し締めます。再度2、3回回す。これを繰り返すと切り口が美しくなります。こういうこと。締めて切れたんか。切れた切れた。こんな風に切れた。思ったほどバリは出てない。緩めにつけて、もともとあった穴にそのアタッチメントをつけた。そう。なるほどね。これどういうこと？こんな感じで1個緩めにつけました。一旦2箇所で仮止め。さすがに4箇所止めたら結構強い。キャップがなんか外から側が4個あって中にはめるのが6個あったんで、それ買ってきました。本当は全部統一したかったけど、外からはめるやつを端っこにつけます。悪くないと思います。横方向の棒をこれでジョイントします。 HJ6 っていうやつですね。ここにこれがあって109センチかな。これを横で、これを縦としましょう。縦のパイプの下側に横をつけたんだけど、これぐらいのスペースがあった方がいい気がする。19センチぐらい高さあります。最大のところで寝袋とか突っ込むんならこのぐらいの高さが必要なんで、一旦これにします。ダイソーのパイプカッター普通にいいわ。この横の端っこにもキャップをつけました。ぴったりで、ここの電気があるんだけど、今まで通り使えますと。ここにもパイプ渡したんで、サーフボードを詰めるようになりました。ここについてたカーテンはちょっと改造しないといけないことになったんで、一回取り外して、この天井にカーテンレールをつけてカーテンをつけるようにしたいと思います。これいいね。さっきこれを下につけてたんだけど、運転中に頭に当たるんで、横のパイプの上につけてちょっと上に上げてる。最初はこの手すりがあったところの両方ともこれをつけてたんだけど、こっち側は外して片側3本にしました。なんか無駄に多いかなと思って、見た目的にも等間隔な感じの方がすっきりするんで、タオルとかもかけやすくなるしね。でこのカーテンをこの部分を
なしにしたいんで、カーテンレールをちょっと加工して上の部分にぴったり合うようにしてもう一回付け直そうと思ってます。なぜならこれがあるとサーフボードが乗せられなくなっちゃうんで、というのとこれがない方が前の空間までが1個の空間になるから開放感が出るっていうのはメリット。ネジ3個で止まってたんで、こんなネジで止まってました。まっすぐカーテンレールをつけれる長さは75センチでいきます。こことこことここの3箇所なんかクリップが入ってるんで、ここをきっかけに固定できないかちょっと調査してみます。これは断熱材が入ってて見づらいな。前の持ち主の友達がこの間に断熱材入れてるわ。5ミリのネジが入った状態で干渉せずにレールがちゃんと進む。どういうことなの？この状態でぶち込めばいいのかな。とりあえずこれを穴にぶち込んでみる。おお、入った入った。すげえ閉まった。めっちゃ閉まった。お、右も止まった。よっしゃ、完璧についた。正直3つもいらなくて両サイドだけで十分だったけど真ん中もつきました。カーテンレール上につけたんで素晴らしい。尺が変わったんで、ここのサイドのマジックテープを付け直します。ダイソーで買った粘着式のやつ、これをカットしてペッてつけて、するとこれが横にペッてつくんで、これも横にね4個この辺バッチリつく。もうバッチリつく。もうそこさ固定だよね。さすがダイソーさん。ベルってやってもこれは剥がれないからいいね。これどうだい。これサーフボードあっても締めれちゃうね。今まではここにパネルがあったからこれできなかったんだけど、この上にサーフボードとか長物を積むために移設したっていうね。めっちゃいいじゃんこれ。これマジックテープのおかげでこう両脇にまとまるから邪魔にならん。いいっすね。ここにテーブルを作るってのはありかなって思った。あ、でこうやって2人で横に並んで座る。ね、ここにテーブル置くのはいいけど、冷蔵庫はどうする？普段テーブルの下寝るときテーブルの上。あー、確かに。なんかコメントもらったんだ、視聴者さんから、こっちに後ろにテーブル置いて寝るとき全部その上に置いて寝てますみたいな。確かに上に置けばいいやん。その上にひょいって置くぐらいならそんな大した労力じゃないかなと思ったし、だしボンゴでも私ら毎回ベッドの展開してましたよね。ボンゴの展開に比べたら楽かもしれないでしょ、というのとここにテーブルがあったら結構車内広く使えんなと思って、ここの上に収納あんじゃん、これも気にならないんだよ。こっち側向いて料理とかさ、頭がゴツンって当たるのを気にしないってそうことだよね。頭当たんないんよ。エブリィのねこの電源でいいね。いつもこれでやってる、これでいい。完全に歯が止まるまで一切触れずに待っとかないとだ。それ最後までいかなくても大丈夫だよ。ぴったりだね。乾燥待ちです。
食べよう。いただきます。バジルがサラダに入ってる。あ、そう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 。ここのナットを利用してイレクターパイプでこういう風に横に。パイプ作ります。これ60センチでちょうど売ってたんだよね、イレクターパイプは。ゴムキャップがいいな。出具合というか。適当にそれぐらいにする。うん。このテーブルは、まあ今暫定ね。いいねいいねいいね。ちょうどいい高さだわ。あ、いい感じいい感じ。お、いいね。高さちょうどいいわ。いい。こんなジョイントをバチッとはめてテーブルにしますと、長さがすげえギリギリでマジ？割れはしないんだけど、貫通がギリギリしないぐらい。これ大丈夫？何が心配？全く同じ長さじゃない？お、大丈夫じゃん。全然貫通してない。しゃあ、オッケはまるわ。おー、いいねこれ。ー。いいよいいよ。スライドも可能。とりあえずこれが足用に買ってたエレクターパイプ。カットもしてて。あ、何これこれパワーカット。うん。安定感は？安定感ね、意外とある。そんなたわんでないよ。最高っすね。これが新たに追加されたのと、これが新たに追加された。この上にサーフボードも積めます。全然違うよ、利便性が。うん。とかね、寝袋とかいろいろ積めるし。今このエブリィのサブバッテリーは200アンペアアワーのやつがリチウムイオンバッテリーが乗っていて、走行充電がついてます。電気の取り出しは今この100ボルトインバーターだけになってるんで、12ボルト電源もつけていきます。それに必要なものを買ってきました。バッテリープロテクター12ボルト。これはスイッチがつけられるやつで、端子台にメインスイッチが細い線でつけられます。リレーがついていて、シガソケ、これが一番欲しくって、車載冷蔵庫とかをサブバッテリーから使う時にインバーター経由の時よりも 12V のシガーソケットから取った方が電気の効率が圧倒的にいいので、これは必要です。これヒューズボックス、ブレーカー的なやつ、キャラバンでもボンゴでもこれとこれを使ってます。でこれバッテリープロテクターっていう名前だけあって、バッテリーの電圧を常に監視していて、電圧が一定ボルト以下になると電気を遮断するっていう機能もあります。その機能はこのリタイムのリチウムイオンバッテリー自体に入ってるんで必要ない機能ではあるんですけど、別にあっても損はない。説明がめっちゃ丁寧に書いてあるんで、これの通りにつければ問題ないです。大丈夫か。10アンペアヒューズ。お、来た来た。通電しました。板とかに固定せずに仮で配線を完了しました。スイッチ入れてつくかチェック。お、つきますね。このリレーがカチカチっていう、このスイッチがね、若干電気食って2ワットぐらい消費してるんだよね。配線を整えてこんな感じになりました。端子台とかヒューズとかは板に固定をして、この板自体はまたすぐに DIY の時に開けられるように結束バンドとベルトで
固定してます。これでももう十分しっかり固定されてるんで、これはベルトで車体に固定して吹っ飛ばないようにしています。メインスイッチはちょっとまだ固定する場所がないんで、一旦泳がせてあります。でこのシガソケは、シガソケもそうだしメインスイッチもそうなんですけど、引っ張っても元の端子台のところに負担がいかないように、これがきっかけでクイッと止まるようにしてます。こっち側にもシガソケつけてるんですけど、引っ張ってもこれ以上はいかないようにしてます。こっちの根元の方を守るために。でシガソケがこっち側とこっち側で一応使えるようにしました。でこの後もこの 12V の電源からウィンチとか照明とか FF ヒーターとかつないでいく予定なんで、拡張しやすいように簡易的な止め方にしてます。結束バンドでもこれ十分強度が出てるんで大丈夫そうです。ここはもともとこうなってたからドア開けないとインバーターのスイッチオンできなかったんだけど、車内にいたままできるようになりました。見て、ついでにね、ここも削ってね、クソ仕様脱却した。イエーイ。手突っ込んでピッピやってみて。ピッピ。ボタンがどこだ？これ？よっしゃ。これでドア閉めた状態でインバーターオンオフできます。できる。ああ、はまった。よし。オッケー。素晴らしい。完全に整った。完全に整った。これいいっしょ。いい、めっちゃいい。今、頑張ってやった。うんうん。これメインスイッチで、これをやったら 12V が使えるようになるから、このシガソケと、今のところこの照明ね、なるほど。キャラバンとかもある。照明のアイディアが湧いてきちゃいまして、エブリィに照明をつけるんですけど、キャラバンで使おうと思ってたけど使わなかった電球色の細い LED テープ、これを使います。それをメッシュの棚を固定するための支柱、この字型の90センチのやつですね。とこの90センチのここにすっぽりはまる角材、この角材に LED テープを貼って照明を下側にしてこう入れると。するとこの隙間からいい感じに光が漏れるんじゃないかなと。つける場所はこの2個先の固定箇所までがちょうど90センチだった、91.5センチだったから、そこの辺を目指します。で、配線はここにね、プッシュ式のスイッチをつけたいなと思って、こういうキャップを買ってきました。この 12V 電源のヒューズボックスに 5A のヒューズを挿して、LED ライト右用と左用それぞれ配線します。 0.5 スケアのダブルコードを使います。プラスマイナス一緒になってると配線が楽です。丸型端子、長さが6メートルあるんで、一旦半分こします。右と左で3メートルずつかな。
フューズボックス側がこれで設置完了。再線用の配線コネクタを使ってカチッとついた。でスイッチ、あれ、何このクソスイッチ。そういうことか、押してる間しかつかないんだこれ。やられたわ。ちなみにこの消費電力はつける前が3ワットぐらいで、つけたら34ワット、つまり30ワットぐらいか、全部で。実際はこの90センチ分しか使わないんで10ワットないぐらいになるんじゃないか。完成形はこんな感じになると思う。助手席の裏なんですけど、シートベルトのこの出てきてるところ、ちょっとモール剥がしたところちょっと通せたんで、運転席側は配線通しの針金をシートベルトの裏にこう通して、起きた。こっから配線出てんのも微妙なんで、こっから横から手突っ込んでこっから引き出します。するとこっから入った配線がこっから出てきたと。来た。こんな感じになった。イレクターパイプの端っこにスイッチができた。よし。これいけるっしょ、さすがに。あ、楽勝。おお、いいね、ツナみたいに。うまいってことだねこれ。大好評でニングル。91センチの角材。こんな感じで角材にテープ LED を貼りまして、照明がつく側を穴が開いてる部分にじゃーん。点灯させていただいてもよろしいでしょうか。これは。いくよ。そこにスイッチがあるんだね。おお。いいじゃん。よくね。いい。この武骨な感じよくない？イレクターパイプと合ってる色が。黒のね。結束バンドで留めただけだから外そうと思ったらすぐ外せる。おお。配線もね頑張って隠した。綺麗。仕上がりがすごい綺麗。あ、ここにちょっとここに出てるだけなのね。そう。で中通ってんだ。壁の中通ってここからちょろっと穴開けて出してきて。でここにスイッチつけたのが結構俺気に入ってんのよ。いいねいいね。このキャップのところの穴開けてさ。これもすごい工夫されてる。そっちも一緒。充電式のさ照明もいいんだけどさ、電池の残量気にしないといけないのが結構ネックでさ、これね、もうこのサブバッテリーから電源取ってるからもう一切気にする必要ない。電池の残量とか最高ですよ。
こっちの方がちょっと明るく感じる。多分この穴からちょうど全部出てるから。穴と合致した。うん。これもちょっと微調整したらもっと明るくなるけど、でも多分大丈夫だと思う。気になる消費電力は今デフォルトで3ワット。こいつが3ワットぐらい食ってるんだけど、3ワットで片方これつけると17ワットになるんで14ワットかな。片側14ワット。こっちもつけると17ワットが、31ワットぐらいになるんで、やっぱちょうど14ワットだね。14ワット、14ワット。合計で、28ワット。夜のライトの明かりを確かめたい。これ暗闇。おー。いいね。ちょっと眩しいけど、ちょっと目線と同じ高さに光があるから眩しいけど十分明るいよ。明るさは十分いいっすね。ちょっと眩しいけどいいんじゃない？だってほら、こっち両サイドから光が来ると手元が影になることがないから、真上に光源があると結構ここで作業する時とかに影になっちゃったりするんだけど、その心配がないね。エブリー用のシンクを作ります。カインズの箱。塗料コーナーにあった4リットルの、ポリタン。これがここに2個ともうちょい小さい2リットルのポリタンがちょうど収まるんで、清水タンクを4足す2、6リットル、排水タンク4リットルのこれをシンクにしようと思ってます。これちょうど高さがこんな感じでなってて、これ全部ホームセンターで買ったんだけど、トレーと排水口っていうのかな、このアルミじゃねえや、ステンレスだ。この辺に穴開けてこれ排水口つけたらちょうどいいんじゃねっていう。この蓋をくり抜いてこのアルミをバコンとはめて、これ充電式ポンプ兼蛇口。こんなこれは Amazon で買ったんだけど、これをどっかしらにつけてシンクにすると。これがぴったりこれがね入るかやし、入らねえか。これをそのままここにぶち込む感じになりそうな気がするけど。このステンレスのトレイは 270×205 ミリ。20.5、25.7×19.7 の四角をここに作ると4ミリ。このボコってなってるラインがちょうどシンクが収まるラインだった。もうすでにいいんじゃねえこれ。すでにいい感じだわ。この中に溜まった水を傾けて流せるから、一番角にあった方がいいと思います。ステンレス用のホールスを 50mm 買ってきます。で 50mm の穴開けて、これを
上からポンってやるんだけど、50ミリこれキワキワにやっちゃうと、これがこの厚みの分がはまらなくなっちゃうんで、まあ気持ち内側にやった方がいいんだろうな。この辺でお、取れた。これをこうして身が上にあるようにパッキってたらあれだけど、排水タンクのセットがしづらい。いいね。あ、入った入った、ちょうどいい。結局こんな短くなった。でホースが通ってこのぴったりついてたフィルターをタンクにすると。でこれの置き場がちょっとまだないんで、おお、使うか。でちょうどここのところがくぼんでるから、このところに穴開けて結束バンドを固定するような、こういう感じのレイアウトでいきます。何でも結束バンドだな。よし。これマジックテープ。奇跡のぴったりサイズじゃん。これで、待ってよ。すると、おお、ちょっと前すぎるかもしれないけど、これで脱着可能な。こうすりゃいいんじゃない？こうすりゃ。はい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 。おお、いいね。でこれごとこうなると。結構使い勝手良くなったんじゃない？ちょっと水入れましょう。そしてこれはここに上からぶっ刺すだけ。よし、押すと、おお、いいね。ちょっとこっち寄りになっちゃってるけどいいんじゃない？やっぱこれフラットなトレイだから結構溜まっちゃうね。最後こうやって隅に傾けて極力水を出すと。
強力すぎない何回でも脱着できるやつを買いました。マジックテープは。よし、これでやると釣りに行けるぞ。寒すぎでしょこれ。あ、でもいけなくもなさそう。いけなくもないですね。第1希望はここで、第2希望が後ろなんですけど、ああ、フェンダー内は厳しいですね。スライドドアステップはいけるはずなんですよ。いけるはずっていうか、メーカーでとりあえずつけてみたのはここです。管もシンプルですよね。そうですね。メンテもしやすいですもん、いや、そうなんですよね。後ろにつけたら床の高さを上げないといけなかったり、これがめんどくさくて、もうスライドドア一択かな。ここはだってメンテもしにくいか。ここだってサイネさんが入ってないんですけど、そういうもんなんかな。プロトタイプ。プロトタイプだっていうことを言ってほしいのと、今は買えないよっていうのをちょっと押してください。あ、はい、わかりました。販売に向けて動いてるっていうことは言ってもいいと思うんですけど、まだ調整中。調整中です。リモコンもそうだし、タンクもどれにするかとか悩んでるみたいだし。あ、これキャラバンのと一緒だ。大丈夫ですか？コントローラー。あ、大体これです。大体これ。3種類ぐらいあるのかな。28ちょいです。28.5ないぐらいですね。ここまでだと13ないぐらい。10センチないぐらい。だいぶ小さいですね。1.5 キロワット。1.5キロワットですね。ここ前はこれあるんですよね。裏側は裏側大丈夫そうです。大丈夫そう。そうっすね。吹き出し口こっちっすよね。俺いつもヒーターつけるのに1週間ぐらいかかってるんですよ。あ、そうなんですか。自分でやると。大体いつも1日で終わるっすね。下からここに直接友締めしちゃえば。プロにお任せしちゃっていいですか。コードないのいいっすね。ジグソー。本当はね、チャーシュー煮ろうと思ってチャーシュー。後藤に持ってきますよ。モンスター釣りましょう。モンスター釣りましょう、マジで。丸くなった。一応角は取りました。モニターつきっぱなしにならない。これ違ったんですよ。あ、なるんだ。あ、これは消えるって多分。キャラバンだと消えます、多分これ。おお。これ消えるやつです。消えるんだ。消えるやつ。まあ消えないならスイッチつけるかも。液状ガスケット。そうですね。これ使います。べったり塗って。塗って、はい鉄板にべちゃって、ガスが漏れないようにしないとね。くぼみはなんとかなるんですけど、レールが干渉しそうな。ちょっと避けたつもりだったんですけど。すげえギリギリ。2枚重なってるんで、ああ、そこが硬いんですよ。本当だ。重なってるここ。もしこれで通ってくれないと切らなきゃいけないかもしれない。下から出ない可能性がある。いけそうですね。なんかいけそうに見える。燃料タンクはこれをここに置く感じにするけど、いつもだったら下から出すやつをつけるんだけど、移動できるようにしたいから給油の時とかこう出したりとかね、取り出すやつをつけてみる。この辺のここの際のところら辺から出したいです。ここにタンク置くから最短にするというか。
すいませんでした。これ1個無駄にしてしまって。耐熱ガスケット、これがないと隙間からガスが漏れるかもしれないから。あ、六角で締めるんですか？そうですね。普通のボルトにしようと思ったんですけど、はい。スペース的にはい。きついんで。なるほどね。へえ。ヒーターがついた。元の穴がコーキングされた感じになって。袋になってるとこ穴開けちゃって大丈夫ですか？任せます。はい。あ、管を固定するのにってことですか？そうですね。それつけてくれるんですか？ベバストの。ベバスト出た。いいんすか？いいですよ。俺もつけたし、ゴンちゃんもつけました。おお、かっこいい。一応当ててみますね。いいですかこれで。はい。ここからチューブ出す。そうですね。おお。排気がついた。あ、それで締めればいいのか。はい。結束バンドマウントだ。はい。対抗性結束バンド。とりあえず終わりですか？はい。ありがとうございます。いえ。吸気と排気と燃料チューブが車の下についた。なんと内張りが干渉してドアが閉まらなくなってる。完全に罠にはまりましたね。はい、想定外の事態。想定外の事態です。ここの部分が、ね、こいつ。ここがね、謎の出っ張りがあった。ドアが閉まった。うん、うん。完璧にかわしてる。よかった。これでやっと走れる。はい。これ外すことにならなくてよかったです。ありがとうございます。昨日てっちゃん家で本体の設置まで終わったんで、燃料チューブ、ポンプとかもろもろタンクにつなぐのと残りの作業をやります。ちょっと吹き出し口についてはここ一面床板になって、2人で寝る時にマットが床面の上全面埋め尽くされちゃうので、ちょっとこの辺とかから吹き出し口を出す余裕がないんで、今のところ第一候補はここからこう来て、この辺からニョキって出す。で燃料タンクはなんか移動できるように上から吸い上げるようにしました。これもともとついてる部品を使うとこれができなくて、なんか下に取り付けて無駄なく燃料を使えるんだけど、タンクが移動しづらくなっちゃうんでこうしました。でここに置いてベルトとかで固定して、で給油する時はちょっと出して、ここからガソリンスタンドとかで給油すると。ちなみに燃料は灯油です。もともと本来ディーゼル用のディーゼルヒーターなんだけど、灯油でも動くやつです。キャラバンでもボンゴでも同じタイプです。かな、使うのはする用のゴム、オイルフィルター、プロトタイプだから新品ではない。若干汚い。燃料ポンプはこっちが吹き出し口、こっちに傾けて、このチューブの長さが下に移動できるぐらいの長さを、フィルター完了。吹き出し口は一旦これで。頑張れ頑張れ。そうサイレンいうサーって後からじゃあつけられない。つけれるよ。吸わない方がいい。燃料が行き渡って
動き始めてる。白煙も出なくなってますね。ポンプが意外と静か。ポンプかなり静かこれ。ヒーターの稼働音にかき消されるぐらいの音だから全然気にならんな。排気はやっぱサイレンサーがついてない分ちょっと甲高い音が出てるけど、思ったほど大きくはないかな。あったかい空気はしっかりここから出てます。これちょっと灯油漏れてんな。電源オフしたらもういきなりブチ切れる。でもちょっとクールダウンしてるわ。してる。これで漏れないように固めちゃう。今日めっちゃ寒くって今車内温度が 7.3 度なんですけど、どんぐらい温まるかテストしてみます。一応車中泊する時と同じような感じ。これの長いやつがこのサイズでホームセンターに売ってなかったんで、今すぐ入手できないんでこの状態でテストしてみます。じゃあ 7.4 度6時25分スタートで、起動の時にバッテリー電気何ワット食うかというと136ワットかな、最大で。6時40分で 8.2 度、30分経って10度か。ちょっとずつ上がってるけど全然まだまだだね。ぐるー7時28分になって 12.6 度、1時間経って5度上がってる。ここはどうでしょこれにぶち当たりまくってる、あったかい風がう。うまく外に出てこれてない感じがする、やっぱね、温度上がるのは遅い。吹き出し口の問題なんだけどね。ヒーターでもポンプめっちゃ静かだよねこれ。振動もないし、ちょっと確かにマイルド。ポンプよりこのガーの方が大きいから消された耳悪くなったかな。ポンプの音ほぼ聞こえないんだけど。嘘。キャラバンのやつよりちょっとマイルドな感じです。1時間半で18度。遅い。今2時間ぐらいずっと動かしっぱなしなんだけど、接してるところが熱くなって溶けたりしないか不安だったんだけど、全然この表面は熱くなくてむしろ冷たいぐらいです。ここはちょっとあったかいぐらいだから、ここ触れてるのもそんな心配いらないと思います。これ省エネだね。ぐるちゃんこれが届いて、ここに延長してこの床の上から出るようにしたんで、これでもう一回試します。7度台からスタート。午後4時53分スタートします。最高出力で5時6分で、10.7 度。あったかい空気が直接室内に入ってくるから、もう11度間近だね。5時14分で 13.8 度。今からご飯食べに行きたいからここで中断します。12.3 度から再開します。6時半。ぐるちゃんぐる。30分経って21.9 度。だいぶ温まったね。7時50分で 24.5 度で、これ今シェードも何もしてない状態なんで、全部シェードした上にカーテンも閉めて全面シェードしてどうなるか。でこれカーテンしてもこの吹き出し口はカーテンより下にあるから偶然大丈夫で、今 24.2 度で7時54分。くるにゃんくる。9時半で 27.8 度まで上がった。